皆さんこんにちは、さおりです。今回の動画ではなんと、多数質問を受けておりましたフィリピン留学について徹底解説していこうと思います。徹底解説といっても私の経験をもとにフィリピン留学行ってぶっちゃけ良かったのかおすすめできるのかっていうところをね、質問形式で今回答えていけたらなと思っております。初めましての方もいるかと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。2023年6月にシドニーオーストラリアでワーキングホリデービザで入国して、そこで就職活動をして、現在はオーストラリアの企業で IT エンジニアとして働いております。オーストラリアのワーホリ前に私実はフィリピン留学3ヶ月間を経験してるんですけど、こちらのね動画で上げてる通り、フィリピン留学3ヶ月間みっちり勉強したおかげで私の英語力がかなり伸びたんですね。なので今回は忖度なしでフィリピン留学どうだったのかについて Q&A 形式で説明していきたいと思います。フィリピン留学に興味がある人、またワーホリ海外就職に興味があるけどその前に英語の勉強をしてから行きたいなっていう方、かなり参考になると思います。最後かかった留学費用についても公開しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまず1つ目ですね、そもそもなんでフィリピン留学に行ったのかってところなんですけど、昔からね海外で働いてみたいっていう夢があったものの、私はね英語をコツコツ頑張れていた人間ではなくてですね、もう恥ずかしながらこちらのね先ほど載せた動画でも言ってるんですけど、最初アイレツのスコアがもう 4.0 っていうね、なんとも低い結果を叩き出してですね、もう到底英語環境で仕事できる英語力ではなかったので、短期間でみっちり集中して英語力を上げられるっていうフィリピン留学のその環境にですねすごく魅力を感じたので行くことを決意しました。その当時はですね、海外就職が一番の目的だったんですけども、その他大学院の進学であるとかビザのねことも考えていたので、一般英語のコースじゃなくって IELTS 対策校で絞って探していました。で、なんて語学学校に行ったのかってとこなんですけど、フィリピンのバギオにあるファインズという語学学校に行きました。私もね留学するって決めてから知ったんですけども、こんな形でマニラからね6時間バスで北上したところにある本当にのどかなね都市で、今では本当に大好きなんですけど、なんでバギオ、なんでセブじゃないのっていうとこなんですけど、セブは大学時代に行ったことがあって、どんなところかっていうのが分かっていたので、今回行ったことがないところに行きたいなと思ったのも一つの理由でした。で、調べていくうちに気温もだいたい20度から25度前後くらいで比較的過ごしやすくって、遊ぶところがねセブみたいにないので、勉強に集中できるよっていう風に教えてもらって、これは行くしかないということでね行きました。で、結果行ってみてすごく良かったです。フィリピンのセブとかマニラはやっぱり治安が気になるって方もいるんですけど、バギオはひったくりやスリとかもないのですごく安心して快適に生活できました。で、1日のスケジュールは朝だいたい8時から夕方5時くらいまで授業があります。その前後は自分で自習をしたりとか、あとはご飯食べたり運動したりっていう時間を作っていました。だいたい授業8時間プラス自習 3,4 時間していたかなっていう感じです。フィリピン留学のメリットはよく言われると思うんですけど、マンツーマンレッスンなのでオーストラリア含めた欧米圏の語学学校よりも圧倒的に量がこなせるっていうところが私は魅力でした。ある程度できるようになった状態だとネイティブの先生じゃないとちょっと物足りないとかっていう問題が出てくるのかもしれないんですけれども、私みたいにね結構かなり基礎からやりたいっていう方はフィリピン留学かなりいいんじゃないかなって思います。あとは留学費用が何といってもね安いです。学校費用に寮の費用とあと食事代も含まれているので、それを考慮したらかなりね安いんじゃないかなって思います。日本人の割合はだいたい3割くらいだったかなっていう印象です。で、残りが中華系3割その他東南アジア系3割で、韓国系が1割いたかなっていうような肌感です。
周りの生徒の雰囲気は私はメイン校じゃなくって試験対策校に行ったので、生徒はすごく真面目で意識の高い生徒が多かったかなっていうふうに思います。英語を勉強する理由とか目的とかスコアの点数とかも、いつまでに例えば IELTS7.0 欲しい、大学院に受かるためにとか、あとはこの国の永住権が欲しいから勉強しに来たとかっていうように、すごくみんな目的がクリアで朝から晩まで勉強している生徒が多かったです。英語力どのくらい伸びた？これはね、かなり皆さん気になるところだと思うんですけど、結論を言うと、IELTS4.0 から最終的に 6.5 を取ることができました。期間は何ヶ月がちょうどいい？私は個人的に3ヶ月がベストかなっていうふうに思います。1ヶ月2ヶ月だと足りないっていうふうに言ってる生徒が多かった印象で、かつ4ヶ月5ヶ月で半年申し込んでる生徒もいたんですけど、途中で帰ってしまったりとかしていたので、目標スコアを達成するにはやっぱり2ヶ月じゃ短いですし、モチベーションを保つっていう意味だとやっぱり3ヶ月ぐらいがちょうどいいのかなって思います。続きまして生活面について話していきたいと思います。治安は大丈夫ですね。これはさっきも話したんですけど、結論から言ってバギオは本当に問題ないと思います。私は、バギオ、セブ、マニラ3都市に行ったことがあるんですけど、体感なんですけど、自分的にバギオ、セブ、マニラの順で治安がいいかなっていうふうに思います。治安が一番懸念点になるっていう方はバギオをぜひおすすめします。ただ語学留学の場合は基本的に学校にいるので、そこまで気にしなくても大丈夫なのかなっていうふうに思います。ご飯は美味しい？ご飯は私的には普通に美味しかったです。ちょっと写真をねお見せするんですけど、こんな形でバイキング形式で日替わりでいろんなメニューが出ました。中華、韓国、日本とフィリピン料理がミックスされたような感じの料理で、韓国地方の学校だったのもあり、韓国っぽい味付けのものが多かったかなって思います。部屋は綺麗？はい、綺麗で問題なく使えました。こんな形の部屋でした。一回ね、ちょっとシャワーの水圧がすごい弱すぎるっていうのと、あとお湯が出ないみたいなのがあったんですけど、学校の、方がすぐ対応してくれたので何も不自由なく生活できました。相部屋だった？一人部屋だった？私は3人部屋を選びました。というのもね、ちょっとコストが一番安かったっていうのがあるんですけど、あと3人部屋、2人部屋、1人部屋ってありました。国籍はなるべく多分被らないようにしてくれていたっぽいですね。なので私もルームメイトは中国人の女の子と、あとはベトナムの女の子ですね。入れ替わりはあったんですけど、そんな形で仲良く生活していました。1人部屋2人部屋もあるので、予算に合わせて決めていただければいいんじゃないかなと思います。はい、最後ね、気になる費用はドーン、こんな感じです。最後にですね、私の経験ベースでちょっとチップス的なところをシェアしたいと思います。学校の授業の中とか、あとは先生との相性で、気になったらもうすぐ相談することです。先生がちょっと先生もね、合う合わないがもちろんあるんですよね。授業のスタイルとか、私が教えてほしいことを教えてくれるかとか、そこを見てくれるか見てくれないかとかって結構先生によってばらつきがありました。なので私がちょっとそこのね相性っていうのがずれてるなって感じたら、すぐマネージャーに言って先生を変えてもらったりっていう風にしていました。ただ周りの友達とかで、そこちょっと遠慮しちゃって言わないっていう子とかもいたんですけど、私個人的にはもうすぐにね行った方がいいです。もう時間がもったいないので、我慢して授業をね受けるくらいならもうすぐにね言って、ちょっと気まずくなるかもとか、そんなのは大丈夫なので、英語力を上げることが目的なのでね、ストイックにやっていった方が結果いいんじゃないかなって、この経験を通して思いました。はい、いかがでしたでしょうか。ざっと質問にお答えしたんですけども、こういったところはどうなのとか質問がありましたら、ぜひコメント欄にて教えていただければすぐに回答しますので、ぜひお待ちしております。まとめると、私はフィリピン留学に行って本当に良かったです。
生活面に関しても私は特にね不自由に感じることはなかったですし、勉強に集中する環境がやっぱり何より整っているなというふうに感じました。周りの生徒も頑張ってるので自分も頑張ろうとかってやっぱりね思えるんですよね。一人で勉強できる方は全然いいんですけど、私やっぱりちょっと環境もね大事なタイプな人間なので、あの子も頑張ってるから負けてられないぞみたいな感じで頑張ることができたりとか、あとは勉強をね教え合えたりとか、他の国のねお友達と、あとは友達がね何より増えたりとか、勉強面以外でもいい経験ができたのですごく良かったなっていうふうに思います。では本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいな、役に立ったと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。チャンネル登録者数1000人を目指しているので、ぜひねチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またね、こっそり開始しております。数名の方からのご依頼いただいて実施したんですけど、相談内容は主に海外就職に関してと、あとはワーホリ留学に関してですね、私の経験をもとにお話しできることであれば何でも受け付けておりますので、ぜひインスタグラムや X の DM の方からご連絡いただければなと思います。はい、ではそんな感じで次の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。